こんにちは。この動画はテクノフロンティア2024で実施した対談映像をまとめたものです。電源メーカー、オシロスコープメーカー、パワー半導体メーカー各社に集まっていただき、その製品の特徴であったりを探ってきました。かなり貴重な映像となっていますので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。どうも、一健です。皆さん、本日お集まりいただきありがとうございます。1日目、2日目がですね、電子計測器関連の、対談をやっていたんですけども、3日目はですね、ちょっと雰囲気を変えてみて、パワー半導体のですね、会社をお呼びして、対談をするということになりました。はい。でですね、3日間の中で多分本日が一番人気な企画になっているかと思います。多分 1.5 倍くらいですね、本日多いんじゃないかと思います。でですね、今回この企画をするにあたってですね、いろいろ会社さんにですね、交渉しまして、出ていただけないかということをやりました。3週間前にですね、この企画を思いついて、急遽やったということになります。非常に短い期間だったんですけども、ご協力いただけた、会社さんですね、本当にありがとうございます。で、今日の対談ですね、4社、予定しています。ローム、三軒電機、インフィニオン、そして最後が三菱電機、合計4社です。で、今日の対談の目的なんですけども、各社どんな製品に注力しているとか、あとは一番アピールしたいポイントは何かとか、皆さんにですね、一番知っていただきたいのは各社どういった違いがあるのかっていうのをこの対談でですね、覚えて帰ってほしいという、目的があります。でですね、皆さんに各社どんな違いがあるかっていうのを分かってもらうためにですね、各社セッション終了するときにですね、必ず2つ聞いてる質問があります。まず自社製品の一番の特徴は何ですかという質問と、それがまず1つ目で、2つ目が、一番注力している製品群は何ですかという質問です。これをですね、どういうふうに各社答えるのかというのがですね、見ものというかですね、注目するところです。もう始まるまであと1分程度ですので、もう少々お待ちください。それではですね、時間ちょうどになりました。13時になりましたので、まず1社目の対談、パワー半導体、対談を始めたいと思います。1社目はローム株式会社です。それではよろしくお願いします。本日お越しいただきありがとうございました。ありがとうございます。今日は京都からお越しになったということでよろしいですか？はい、暑い京都からやってまいりました。なるほど、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今回の回ですね、各社ですね、展示品を持ち込んで OK ということにしております。でですね、ロームさんがですね、なんかいろいろと持ち込んでいるかと思うんですが、そちらについてはですね、後で見ていきたいと思います。地形さん、ちょっと最初にですね、ちょっと会社からたくさん宿題を持ってきておりまして、はい。ちょっとお時間いただいてよろしいですか？はい。何でしょうか？ですね、弊社パワー半導体非常に力入れておりまして、ブランドをですね、ちょっと立ち上げさせていただいてます。で、こちらSIC、今日もですね、ちょっと紹介させていただくんですけども、エコ SIC っていうですね、ブランドですとか、エコガンとかですね、エコ IGBT とかあるんですけど、このちょっとブランドのシールをですね、ぜひちょっと使っていただきたいなと思ってですね、今日しました。ありがとうございよろしくお願いいたします。エコ SIC とエコギャンですね。パワーエコファミリーっていうのパワーエコファミリー。なるほど。こういった製品群をそうですね、ブランドとして売って弊きてる。社かなり力入れてますので、こちらですね。はい。で、もう一つです。まだある。何でしょうか？台湾のですね、電源メーカーさん、デルタさんっていうメーカーがあるんですけども、そちらのイナジーというブランドがあってですね、そちらに弊社のエコガンを搭載していただいてます充電器がありまして、こちらをですね、ぜひちょっと使っていただきたいなと思ってまして。充電器ですか？ありがとうございます。ちょっと開けてみましょうかね。サイズ、これ何ワットですか？45ワットです。45ワット。はい。これからどんどん小型のものを作っていこうと。こちらですね。はい。非常にですね、充電器、海外のメーカーが強いかと思うんです。で、ちなみにこの中にですね、ロームのパワー半導体が使われてるってことでよろしいですか？はい。そうなります。なるほど。ありがとうございます。はい。USB 充電器というと、
一見分解するんですけどちょっとこちらも分解してよろしいでしょうか。ぜひお願いいたします。わかりました、はい、ありがとうございます。後で X によろしくお願いします。どこに使われてるか、パワー半導体見てみたいと思います。ということでですね、始めていきたいと思います。で、ロームはですね、パワー半導体の会社というよりかは、半導体の会社っていう認識でよろしいですか？そうですね。弊社京都の会社にはなるんですけども、半導体の前設立した当初は抵抗器のメーカーでした。で、抵抗器のですねレジスターの R と抵抗値のオームを合わせてロームっていうことで会社名あるんですけども、抵抗から始まってそのおっしゃられた、シリコンの半導体、そして SiC ガンというようなところにですね手掛けております。そんなメーカーになっております。なるほど。今回ですね、パワー半導体対談ってことで、基本内容はフリートピックっていうことでお願いしてたんですけども、ここにあえて SiC パワー半導体を持ってきた、化合物半導体の一種だと思うんですけど、SiC を選んだ理由ってのは何かありますか？はい。一番力を入れてるからです。なるほど。一番の注力しているポイントだと、ね、いうことですね。はい。ちなみに、GaN もやられてると思うんですけども、はい、そちらはどうですか？一番は SiC という話させていただいたんですけど、やっぱ全方位で戦略持ってます。GaN もですね、当然SiC と比較していいところもあれば悪いところもあるというところがあるので、全てですね見据えて開発をしているというところです。はい、なるほど、全方位から、とりあえず GaN、SiC の化合物半導体で攻めていくと。はい、なるほど。はい。でですね、今こちらスライド映ってるんですけども、簡単にご説明お願いできますか？はい、ちょっとお時間もあれなので本当に簡単になるんですけども、ロームはですねパワーアナログ技術でお客様の社会課題解決をしていくというところ、これをですねパワーとアナログで、やっていこうというようなそんな会社です。で、今回はちょっとパワー半導体、特にパワーテクノロジーの方で SiC をですねちょっと紹介させていただきたいなと思ってます。ですね SiC なんですけども、我々技術開発とやっぱり生産体制の強化によってですねお客様に貢献しようというところで活動してます。で、技術開発のところは特にですね世界初とかこういったちょっとキャッチーなところをですね狙って開発を行ってます。で、今現行世代ですと第4世代と呼ばれる SiC を使わせていただいて量産させていただいてるんですけども、5世代6世代7世代とどんどん面積あたりの単位面積あたりの音程を下げていこうということで、業界でもですね走っていこうというふうに、進めております。で、ちなみに今第何世代の製品ですか？現在第4世代になります。はい。で、こちらはですねいいものを作っていくというのは当然なんですけども、やはりこの SiC ですね、この供給、需要に対して供給が追いついてないというところがよくですね言われてます。で、ここに対して、弊社としてもですねやはり力を入れていきたいなと思ってまして、2030年にはですね21年比で35倍のキャパをですね持っていこうということで、工場をですね宮崎の方に立ち上げてみたりということで、ものすごく大きな投資をして力を入れておるというところです。で、もちろんですね他社さんも同じだと思うんですけども、代行経過して、チップのトレ数を増やしていって、そのキャパにですね対応していこうというところもですねもちろんやらせていただいています。はい、こちらまず SiC の説明になります。ありがとうございました。生産体制を強化していく35倍ってものすごい数字だと思うんですけども、将来を見据えてそれだけ売っていくぞっていう感じですか？はい、その通りです。はい。はい。で、一つ、その隣のスライドで、パワー半導体をですね、うまく使うにはゲートドライブっていう回路が必要になってきます。で、ゲートドライブの回路、基本的には絶縁しているものかと思うんですけども、ロームさんはどういった方式のゲートドライバーを採用していますか？はい、一般的にですね絶縁タイプのゲートドライバーっていうとフォトカプラーを使った光タイプ、光方式と、あとですね、その他のですね、磁気絶縁と容量絶縁という方式があるかと思います。で、こちらですね、従来はこの光タイプがですね、主流ではあったんですけども、どんどんですね、高速応答ができるですとか、いろいろなメリットからですね、この磁気絶縁と
容量絶縁というところにですね、シフトしてきているというところがあります。で、ロームはその中でも磁気絶縁タイプを取らせていただいてまして、ここでですね、非常にシェア持たせていただいてます。で、強みとしては、このトランスのチップになるんですけども、シリコン状にトランスを埋め込んでまして、でこれをですね、ワンパッケージ化してご提供するということができているというようなところになります。なるほど、シリコン状で作る。これはものすごいことかと思うんですけども、一つ気になるのが、やっぱり外部からのノイズですよね。ゲートドライバー、磁気なので。しかも、隣にものすごい大電流が流れる回路が通ってると思うんですけど、そこら辺はどうですか？他の方式と比べて。ですね、もちろんですね、そういった外部からのノイズっていうものは、全てのデバイスに言えることかなと思うんですけども、受けます。で、そこに対してはですね、しっかりそういうノイズの大量の試験とかをですね、かけて、この辺りのゲートドライブ回路が、こけないような、そういったですね、ところを開発ではしっかり見ております。なるほど。ありがとうございます。ちょっと時間もあれなんで、次のページに行きたいと思います。これは何でしょうか？トラクション型インバーターってことなんで、自動車とかに使うものですか？そうですね。XEV って書かせていただいてます。EV 用のですね、トラクションインバーターのモジュールです。なるほど。トラクションインバーターに使う半導体っていうと、なんか D 社とかが結構強いかなとか思うんですけど、はい。実際、その、ロームの SiC のトラクションインバーター用のこういったパッケージっていうのはどういったメリットがあるのかっていうのを教えていただけますか？はい、ありがとうございます。こちらはですね、6月11日にリリースさせていただいたものでして、もう一番ですね、特徴として見ていただきたいのは、ここをですね、電力密度、体積に対してどれだけ電力稼げるかっていうところなんですが、これがですね、ちょっと今日いらっしゃる競合さんがここに入ってるかちょっと伏せといて、でそこと比べても 1.5 倍ぐらいのものを持ってますというような、ここがですね、今現時点ではトップクラスというふうに弊社調べではですね、言わせていただいているところです。なるほど。で、こういうふうにやっぱりどんどん小型化していくっていう感じだと思うので、電力密度も上げていくんですけど、はい。その後やっぱ冷却が非常に難しいんじゃないかなと思っています。はい。そこら辺はどういった見解ですか？もちろんですね、小型化することによって、空冷のですね、水冷の部分ですね、水冷との接触の面積とかもですね、小さくなってくるんですが、そういったところをですね、回避するべく、中にですね、非常に高放熱化できるような銀シンタリングのダイボンディング剤を使ったりですね、こういったところで、モジュール自体の放熱性能を上げていくというところにこだわっています。なるほどね。新構造ってことなんで、従来構造と比べると信頼性とかちょっと気になるところではありますね。そうですね。そのあたりはもちろん信頼性重視してまして、ちょっとここにさらっと書かせていただいてますが、車載のモジュールの規格ですね、AQG324、こちらにしっかり準拠したようなモジュールになってますので、ご安心いただければと思います。なるほど。なるほど。ありがとうございます。はい。すいません。ちょっと次のページ。こちらは、私がですね、ロームさんに対してですね、思ったことをですね、ちょっと言いたいんですけども、はい。ロームさんですね、テクニカルシートであったり、あとは、こういったですね、ナレッジの部分っていうのがあるんですけど、そういったですね、なんでしょう、参考書的な、なんか役立つ資料みたいのが結構ですね、ネット上に転がっているんですね。私も結構動画のですね、参考にしているので、皆さんもぜひですね、ご覧になってください。ありがとうございます。すいません、ちょっとですね、もう結構時間が押してきていますので、最後2つ質問に入りたいと思います。で、1つ目が、自社製品の一番の特徴は何ですかというものです。はい。そうですね。製品それぞれ特徴あるんですけども、ちょっと前のページにはなるんですけども、この製品でいくと、やはり小型あと、その電力密度っていうところを稼ぐ、あと放熱性能ですね、稼いでいくっていうところがですね、一番特徴かなと思ってます。はい。で、会社としての特徴としては、この SiC のですね、シリコンインゴットからローム会社としてですね、作ってます。ですので、一貫生産できるってところが強みかなと思ってます。はい。ありがとうございます。で、最後、質問もう一つあるんですけども、ロームが一番注力している製品群は何ですかという質問です。はい。こちら何度も言ってしまって申し訳ないんですけど、
SIC をですね、今日は持ってきてます。パワー半導体というところでいくとですね、やはり今一番注力しているのがこの SIC になります。ぜひですね、興味持っていただいて、弊社のものですね、見ていただければと思います。わかりました。ありがとうございます。SIC に非常に注力しているということですね。ありがとうございました。まず1社目の対談ですが、ローム株式会社でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。2社目の対談は、三軒電機株式会社です。本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。三軒電機の古川と申します。はい、ありがとうございます。ということでですね、パワー半導体の会社ということでですね、今回三軒電機をピックアップしております。ではですね、一体三軒電機がどういった製品をですね、今回皆さんに知ってほしいのかというのをですね、見ていきたいと思います。簡単にですがご説明お願いできますか？よろしくお願いいたします。ちょっと3社さん皆さんパワーデバイスに強い会社が出てきてしまってますので、ちょっと三軒電機の方ではパワー半導体を動かすための製品の方をちょっとご説明させていただきたいと思います。弊社1946年に立ち上げておりまして、こちらにありますような、パワーエレクトロニクスに関連した製品をラインナップしておりまして、車載から白物等、そういったところに展開しております。なるほど。見てみると、車載 IC であったり、電源 IC、IPM ですね。あと、ディスクリートの半導体も作られていると。はい。一番意外だなと思ったのが、LED も作ってるっていうのが、そうですね。はい。結構意外ですね。でセンサーも作られていると。LED の方はちょっとあまり皆さんの目につかないんですけど、車載などで色をかなり重視されるところですね。そういったところで変色性の高い LED を作ったりして納入させていただいてます。なるほど。で、今回多分この対談で話したい内容っていうのが電源 IC ということで、はい。で、いろいろラインナップがあるとは思うんですけども、今回どれの？はい。三軒電機ですと 5W ぐらいから 1000W ぐらいまでの電源をやっておりまして、下の方ですと STR6A っていうのがあります。こちら実は一見さんのビデオで、紹介いただいたのが以前にありまして、そういうのもあるんですが、今回は一番電力の大きくて性能のいいデジタル電源 IC の MD6750 シリーズといったものを説明させていただきたいと思います。ちなみに以前ですね、三軒電機さんからですね、PR 依頼をいただきまして、SARS05、SARS05 っていうですね、フライバックコンバーター用の、ダイオードをですね、PR したことがあります。非常に性能のいいダイオードになっておりますので、砂場ダイオードですね。はい、そちら興味ある方ですね、ぜひ、一軒三軒電機で YouTube 検索していただくと動画が出てきます。はい。ありがとうございます。このデジタル IC の、電源がいろいろあると思うんですけど、今回紹介していただく以外のもので、人気の製品ってのはやっぱあるものなんですか？そうですね。ちょっとこの前基板を紹介いただいた STR6A っていうところがありまして、そちらの方が今汎用的に使われますので人気の製品となっております。基本小容量の製品がやっぱたくさん出ていくみたいなイメージですか？そうですね。やはり家電等で使っていただければと思います。というわけでですね、こちらの電源 IC をいろいろ見ていきたいと思っています。こちらも簡単にご説明お願いします。こちらの製品ですね、デジタルとアナログのいいとこ取りの IC ということで、ちょっと右の方に中の樹脂で噴出する前の写真があると思うんですけども、アナログのチップとマイクのチップを両方入れた製品になっておりまして、両方のメリットをなるべく取れるというような製品になっています。ちなみにこのメリットっていうのは、なるほど。アナログ電源 IC と比較した時のメリット、そして右側がデジタル電源マイコンと比べた時のメリットということですね。ちなみにどういったメリットがありますか？そうですね。アナログ電源 IC ですともう本当に電源出力する専用のものになってきますので、あまり細かい調整ですとかそういったことができないので、ただうちの IC ですと、ファームウェアですね、ソフトウェアで調整することができるので、各種細かい要求に対応できますし、効率も最大限高められる。逆にデジタルのマイコンですと結構 3.5V とかなんですけど、周辺の部品がかなり必要になってくるので、そういったものを、うちの IC で対応できるというところでシンプルにできると思います。なるほど。じゃあ周辺回路も減らすことができるので、その回路としてのフットプリントの面積を減らせるっていうこともメリットになりますか？おっしゃると思います。いいですね。はい。で、メリットをですね、書いていただいてはいるんですけども、逆にデメリットはないのかっていうことをですね、
お聞きしたいです。アナログ電源 IC のデメリット、そしてデジタル電源のマイコンのデメリットをそれぞれ引き継いでるってことはないのかなっていうのが正直思ったところです。一つあるとすれば、ちょっとIC のパッケージ小さい分ですね、マイコンと比べると周辺の GPIO とか少なくなってしまうので、あんまりもうすごい、例えば UPS 全体を制御するとか、そういったところにちょっと無理が出てくると。で逆にデジタル電源と比べ、アナログ電源と比べますと、回路はちょっと中、2つのチップ入っちゃってますので、ちょっと値段は張ってしまうかなと。そういったところはちょっとデメリットかなと。なるほどな。そういったデメリットがあるわけですね。はい。で、こういった一つのチップ、パッケージの中に2つのチップが入ってるっていうことなんですけども、はい、壊れる、もしですね、電源回路なんで、結構壊れるっていうこともあるかと思います。そういった壊れる場合っていうのは、高体圧のアナログ部分なのか、それともマイコンの部分が先に壊れてしまうのか、そういった傾向とかはありますか？基本的に高い電圧がマイコンチップに入らないように高体圧のアナログチップで周辺つないでますので、どちらかというと高体圧のチップに例えば雷のサージが入ってきて壊れるとかそういったのはあるかと思います。ただそこのアナログ部分も弊社のアナログ IC と同じようなプロセスで作ってますので、信頼性的に劣ると、そういったことはないと思います。ありがとうございます。でですね、私この電源 IC についてですね、前日いろいろ調べてきまして、なんと省エネ大賞を受賞されてるっていうことだと、書いてありました。省エネ大賞の資料を見てみると、500万台出荷パー年って書いてありますけど、これは本当ですか？そうですね。これはちょっととある大画面のテレビにご採用いただきまして、結構全面的に採用いただいたんで、その数が累計で出ております。500万台って結構すごい数かと思うんですけども、この500万台っていう出荷台数は電源 IC としては多い方ですか？そうですね。ちょっと電源数比べちゃうと10から20分の1ぐらいで、やっぱりアナログの方がまだ主流というところですね。なるほど、なるほど。わかりました。はい。でですね、次のページいきたいと思います。ちょっとですね、結構技術寄りな資料になってしまうんですけども、三元電機さんですね、結構私の動画をよく見ていただいているのかですね、こういった回路のですね、いろいろ資料を作成いただきました。で、こちらについてちょっとご説明お願いします。非常に簡単に言いますとですね、AC/DC の電源ですね、AC の電源を整流して、DC にするんですけども、やはりダイオードってちょっと損失が大きいと。で、どうすればいいかってことなんですけど、試験さんの T シャツですね。モセフィティこちらを使うことで効率を改善するというのが、弊社のやり方です。ちなみに今回の電源 IC は電源回路のどこの部分で使われるものですか？これは PFC の部分ですね。PFC の、じゃあ交流の電圧が入ってきたすぐ後のところに使われる電源 IC ですね。ちょっとダイオードですと、その敷地電圧を超えないと電流流れるんですけど、モセフィティですともうゼロから電流流すことができますので、その上であるオレンジの部分ですね、そこの部分を減らすことで、モセフィティによる高効率化ができていると、そういう形でできます。なるほど。このグラフと表ですね、見てみると、従来回路だと効率が 92.8% で、損失が 70W 近くありましたと。こちらの電源 IC を使うと、効率が 96.7%、約 4% 上がって、損失が半分以下に低減したわけですね。これはなかなかすごい結果かと思います。回路方式が変わってしまっているので、単純な比較はできないかと思うんですけども、ものすごくですね、損失を減らせていると。はい。で、ちょっと議論が難しくなってしまうかと思うんですけども、回路のどの部分が効率の向上に寄与したかというのを、解説お願いできますか？はい。まずはそのダイオードのところを完全なく全てモセフィティにしたことと、それと導通の損失とスイッチングの損失って2つにモセフィティの損失は分かれるんですが、そのターンオンする時のタイミングですね、そこをQR といってこの電圧が一番低いところでオンするという方式にすることでスイッチングの損失も低減したということで、回路方式もありますし、スイッチのオンするタイミングをデジタルで最適に調整したというところで、効率をこれだけ改善できたという形です。ちなみにこれ薄型テレビに採用されたんですか？おっしゃる通り。なるほど。電源はちなみにテレビに内蔵されているものですか？おっしゃる通りで、やはり
お客様の方としてこの1000ワット近くの電源というとものすごい大きくなってしまうと。でやっぱり大きくなる原因としては放熱しないといけないんでヒートシンクが必要になってくるので、そういった面でいうとこちらで放出が半分になったということは放熱のところが半分にするという形になりますので、薄型のテレビで大画面ができたと、そういう感じです。損失を減らすとですね、いろいろいいことがありまして、やっぱり電力の消費が少なくなるっていうのと、冷却をですね、もっと簡略化できるんですね。で冷却っていうのはですね、非常にですね、なんでしょう、コストのかかるといいますか、アルミで冷やしたりとかしなきゃいけないので、あと体積も大きくなりますので、実はですね、損失を減らすっていうのはですね、かなり、なんでしょう、こういったいい電源 IC を入れてコストが上がったとしても、多分冷却でその分のコストを低減できる、そんなイメージですよね。そうですね、トータルとで。なるほど、ありがとうございます。でですね、ちょっと時間も近づいてきましたので、最後質問、2ついきたいと思います。まず1つ目が、三軒電機の製品の一番の特徴は何ですかというものです。そこに関しましては、先ほどアナログデジタルの融合というのがありまして、アナログ用の IC、デジタル用の IC って別々のはあるんですけども、こういったような統一したというのはあまり特徴がないというところで、そういったところが特徴だと思います。なるほど、こういった、アナログと、デジタルの融合、そして電源 IC 自体に、三軒電機が強みがあるということでよろしいですね。はい。で次、最後の質問ですけども、三軒電機が一番注力している製品群、または製品は何ですかという質問です。そうですね、やはりデジタル制御の技術、パワーの技術、あとパッケージの技術も今持ってますので、そういった面では今後伸びていくところとしてはXEV ですね、車載向けの、制御が必要な部分とか、そういったところに注力して開発していくという形になってますね。なるほど、ありがとうございます。ちょっと時間あるのでもう一ついきたいんですけども、ちなみに化合物半導体は三軒電機はやっていますか？それはちょっと聞かれたくなかった人かもしれないですけど、ちょっとまだ公にできるものはなりませんけども、やはり、もっと高効率化していくには化合物使わないといけないので、そういったところの研究も社内では行っています。なるほど、何かしらやられているかもしれないということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということで2社目の対談、三軒電機でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。というわけで時間になりましたので、次の対談を始めたいと思います。3社目の対談ですが、インフィニオンテクノロジージャパンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、インフィニオンさんとは過去何回かお仕事をさせていただいておりまして、ホールセンサー IC の PR であったり、あとは、パワー半導体自体のですね、PR のご依頼いただいていまして、動画を作成したわけです。で、今回もですね、やっぱり、一番最初にですね、こういった連絡をお願いしまして、快く、参加していただけるという返信をいただきまして、大変ありがたい限りです。はい。で、パワー半導体シェアナンバーワンといえば、インフィニオンなわけなんですけども、インフィニオンがですね、この対談でですね、一体どういったものを見せてくれるのかというのが非常に楽しみになっております。というわけでですね、始めたいとは思うんですけども、大川さんから一言あるということをお伺いしてるんですけども。先にアピールしてもいいですか？大丈夫です。はい。すみません。今回我々の SiC 製品について技術と製品の紹介をさせていただくんですけれども、今回コラボを記念しまして、一番最新世代の第2世代の SiC MOSFET のプレゼントキャンペーンを今日から実施させていただくことになんとか企画しました。はい。ちょっと QR コードこれしか手元にないんですけど、今日はここからしか応募ができないので、ぜひ皆さんカメラ構えていただいて QR コード読み取っていただいて。ちなみに対談の後この QR コードしばらく横に置いておきますので、もし興味ある方ですね、対談の後しばらくこれありますので、そのタイミングでも結構です。はい。ちなみにこれはどういったものですか？はい、入っているのが最新世代の第2世代 SiC MOSFET のディスクリート製品、表面実装パッケージのものと、あとトップサイドクーリングっていう表面実装の中でも上側で PCB じゃない反対側で放熱するようなパッケージ、あとは最近出しました 2000V のディスクリート製品が入っています。でこれが
上下2個ずつになるので、ハーフブリッジな形でダブルパルス試験がしていただけるっていうのと、 SIC 用にインフィニオンが出しているゲートドライバーも搭載されてますので、このボックス1つでうちのデバイスを味見していただけるというようなボックスになってます。なるほど。非常に楽しめるボックスということでですね、多分今日来ていただいている方、パワー半導体使う会社の方非常に多いかと思うので、ぜひ応募していただければと思います。よろしくお願いします。ということでですね、ちょっと階段の方に移っていきたいと思います。で、インフィニオンですね、パワー半導体シェアナンバーワンということなんですけども、一体今日の階段でですね、どういったことをアピールしたいのかというのを簡単にですけども、スライドと合わせて、深掘った話にはなってしまうんですけれども、我々インフィニオンが持っている SIC デバイスの根幹をなすところですね、チップ構造のテクノロジーと、次のページでできますけれども、パッケージ技術についてどんなところを力を入れて SIC デバイス作っているのか、あとは全体的なポートフォリオの紹介をさせていただければと思います。なるほど。なんかデバイスの構造が出てくるっていうですね、かなり専門的な話になってしまうかと思うんですけども、これはどういったものですか？これはですね、インフィニオンの SIC MOSFET のデバイスを縦に切った時のセルの断面図になります。で、これが一つのセルで、チップ全体はこのセルが並んで一つの大きなチップを形成するような形です。ちなみにこれ上から下から上に電流が流れるんですよね。ドレインからソースに電流が流れて、ゲートというところにゲート電圧をかけると、白いところ酸化膜がチャネルというかスイッチでパタパタ切り開いて電流流れたり切れたりするような構造になってます。なるほど。で、パワー半導体のですね、構造、ゲート部分の構造であったり、本体の構造で、いろいろプレーナーゲート型であったり、トレンチゲート型っていうのがあるかと思います。多分皆さんもですね、ご存知かと思います。で、インフィニオンはどちらを採用しているとか、多分このスライドでご説明していただけるんですか？はい、簡単にご説明させていただきます。一般的には SIC はプレーナー構造という半導体層を作って、その上に3科目を作ってゲートの電極を乗せるような構造が一般的です。で、シリコンだと半導体を削ったトレンチ構造というものが結構主流には IGBT とか主流なんですけれども、 SIC ではシリコンに比べて材料が硬いので、そもそも半導体層をきれいに削るという技術が難しい、きれいに削って微細化をしていくのが難しいというところで、トレンチゲート構造ってなかなかプロセス技術として難しいところになります。で、インフィニオンは、SIC MOSFET 2016年に第1世代出しましたけれども、そこからすでにこの片側トレンチというものを採用していまして、トレンチにするとチャンネルが横から縦になるので、セルあたりがどんどん微細化することができるというのと、 SIC はですね、電流のボトルネックになるのがチャンネルの部分なんです。ゲートを切り替えるところが一番ボトルネックになるので、チップ全体で見たときにチャンネルの総面積を一番大きくできると、チップの電流密度もどんどん上がっていくというところで、トレンチの方が小型化だったり電力密度を上げるためには向いているような構造になります。なるほど。ちなみに、インフィニオンの製品でプレーナーゲート型の SIC MOSFET ってありますか？ SIC ではないです。全部トレンチです。第1世代からもう最初からトレンチに絞ってやっているということですね。ちなみにそういったなぜトレンチに絞ってやはりシリコンに比べて電力密度が上げやすいっていうのと、ご存知の方もいると思うんですけど、ウェハーがそもそも高いので、チップをどんどん小さくしていかないと SIC っていうのは安価にはなっていかない。そのためにはデバイスの電力密度を上げて、同じ音抵抗でもチップを小さくしていかなきゃいけないってなると、やっぱりトレンチでまずはアプローチをしていかなきゃいけないところです。コストを下げていくっていう面もあるし、電流密度を上げて性能を高くしていくっていう目的から、こういった構造を採用しているということですね。はい、下はこれは何ですか？こちらはですね、我々もう一つ力を入れているのが供給力というところで、まず一番左はウェハーっていう SIC デバイスを作る時の材料はウェハーメーカーさんから長期契約を結んでいるんですけれども、世界日本メーカーさんも合わせて5社以上長期契約、マルチソーシングという形でウェハーの部材を確保しているっていうのと、真ん中はですね、ちょっと説明が難しいんですけど、コールドスプリット技術という。ちなみにですね、これ私調べてきたんですよ。コールドスプリット技術っていうのが何かっていうと、SIC のウェハーってまず価格が高いんですね。で、あと削るのが硬いので難しいと。でですね、その
一つのウェハーにですね、一番上の層にですね、デバイスを作っていくんですけども、それだと下半分のウェハーがもったいないってことで、一回デバイスを作ったウェハーを非常に低温にして、そこにレーザーを当てるんですね。ウェハーの、レーザーを当てるんです。そうするとですね、ウェハーが上下2つに、分かれるんですね。その分かれた下の方のウェハーっていうのはまだデバイスがない状態ですので、そこに新しくまたデバイスを作っていく。つまり下の部分を再利用していくみたいな技術で合ってますか、大川さん。素晴らしい理解力だ。はい、その通りです。補足をすると、ウェハーはもともと下は全部削ってたんですね。デバイスに対して抵抗値が高いので、なるべくウェハーの部分は薄くしなければいけなくて、削って損してたんですけれども、その分を分割すれば倍作れますっていうような技術になります。じゃあ価格もそれで非常に安くなっていくということですね。頑張っております。はい。ありがとうございます。で、ちょっと次のページ行きたいと思います。はい。SiC パワー半導体の接合技術のスライドかと思うんですけど、これはどういったものですか？アプローチとしてはパッケージ技術になります。チップの性能がどんどん上がっていくと、どんどん音抵抗が下がった小さなチップができていくと、そうなると熱抵抗自体は上がっていってしまうので、チップをデバイスに搭載したときにパッケージ技術で熱抵抗を下げなければ SiC のうまみはやっぱり引き出せないというところで、上側がディスクリート、下側がモジュール製品に対して我々が、.XT テクノロジーと呼んでいる接合技術になります。はい。ちなみに、従来のチップとは接合技術とこの .XT 何が違うんですか？上側はですね、従来はリードフレームっていうデバイス側にハンダをつけてチップを乗せていたところを、右側 .XT テクノロジーでは拡散ハンダ接合というチップ側に蒸着する形でハンダ層をつけるので、ハンダの厚さを薄くすることができます。ハンダ接合としてはすごいいい材料なんですけど、やっぱり厚くなればなるほど熱抵抗が上がってしまう。あと融点が低いので温度リップルというか、デバイスを高温でスイッチングした時に揺れて動いてしまってパワーサイクルだったり信頼性の部分が劣化してしまうところで、なるべく薄くなるべく綺麗に作るというような技術になっています。これ見てもらうと分かるんですけど、非常に薄くできると、薄くするとその分熱抵抗も下がって熱がよく伝わっていくと。はい。でやっぱ SiC パワー半導体を活用していくにあたって、熱の技術、熱をどうやって逃がしていく技術が、熱を逃がす技術ですね、非常に重要になってくるかと思います。でこのパッケージと合わせてですね、やはりそういったところから改善していくっていうのが、インフィニオン流のやり方ということで。おっしゃる通りです。デバイスだけじゃなくて、あとはもうデバイスにさらに下につく放熱素材とかのところも SiC を使っていくとシリコンよりもはるかに高温になって熱の制約もかかってくるので、どんどん新しい材料でチャレンジをしていかなければいけないなと我々は考えてます。なるほど。ちなみにヒートシンク部分もパッケージによってはもう最初からヒートシンクがくっついてるものもあるかと思うんですけども、そういったものをインフィニオンで設計とかされてって感じですか？バックタイプのようなものだったり、ヒートシンクだと水冷フィンがついている、水冷用にダイレクトに水を流せて冷やせるようなモジュールもオートモーティブ向けとか、一部産業用もですね、研気向けとかにリリースはしていまして、なるべく熱を逃がすところでロスをさせないっていうようなパッケージ技術を入れてます。なるほど。ちょっとわかりました。下のですね、ボンディングワイヤーが接合されるんですけども、アルミから銅に変わった、ちょっと信頼性が気になるところではあるんですけども、ちょっとですね、時間がないので、次のスライドに行きたいと思います。でですね、こちらインフィニオンの、SiC モスフェット製品のポートフォリオです。この中にシリコンは入っていないんですね。一番ハイブリッドってところ。ハイブリッド。一応 IGBT と SiC のディスクリートが入ってます。はい。基本的には SiC のポートフォリオになります。ポートフォリオ全体でいうとどういった特徴があるんですか？この図でいう大きなメッセージとしては、車載用と産業用でどちらも幅広くポートフォリオ、あとパッケージのラインナップを持っているという点です。で、緑、黄緑、深緑が今第一世代の製品で、オレンジのところが
もうすでに量産始まったところと開発中の第2世代の製品にはなってくるんですけれども、オレンジこれだけではなくてまだまだプロダクトアイデア段階、量産開発し始まってないところではありますが、基本的にはまず緑のところを全てカバーするような形であったり、第1世代では到達できなかった同じデバイスでもより低温抵抗な製品とかより大電流が出せる製品というところで開発を進めていく流れになります。なるほど。ありがとうございます。ちょっとですね、ポートフォリオもいろいろ調べていきたいとは思うんですけども、ちょっと最後の質問にですね、行きたいと思います。インフィニオン製品の一番の特徴は何ですか？今回パワーデバイスでいうと技術的な競争力がまず高いというのと、供給力にもきちんと力を入れているということですね。パワーデバイスでいうとダイオードサイリスターの頃からスーパージャンクション、スーパージャンクションモスフェットですね、あと IGBT、ワイドバンドギャップは今 SOIC とガリウムナイトライト、ガンデバイスもそうですけれども、常に最新のものには革新的な技術を搭載していこうという考えがあるので、そこが一番の特徴かなと思います。ありがとうございます。で、最後質問なんですけども、インフィニオンが一番注力している製品群は何ですかというものです。で、今回ですね、SIC なんですけど、実はインフィニオンガンシステムズをこの前買いまして、はい、地下ガリウムもやってると思うんですけども、そういったことを考慮して一番注力している製品群は何ですかというものです。難しいですね。我々インダストリアル3期向けのシステムでいうと、まずは SYC になります。で、事業部民生だったり社債もあるので、各種製品戦略は変わってはくるんですけれども、我々は SYC、民生とかになるとガンもやっぱりプッシュしていきたいとは思う。部門が変わってくると、はい、プッシュする製品も変わってくると思っていますね。ただ根幹にあるのはデカーボナイゼーションとデジタライゼーションという脱炭素化とデジタル化をきちんとドライブしていくっていうところがインフィニオンの根っこの、根幹部分になるので、それに対して各社製品戦略は立てている状況ですね。わかりました。ありがとうございます。ということで、インフィニオンテクノロジーズジャパンとの対談でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。というわけで、次の時間になりましたので、始めたいと思います。今回ですね、最後の対談になりますが、最後の対談は三菱電機株式会社です。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。最後の最後になって、SIC パワーモジュールをですね、ここにぶち込んできたわけですけども、やはりですね、化合物半導体、やはり各社非常に注力しているのかなっていうのが、今回の対談で分かったんじゃないかと思いますが、一体三菱電機はですね、どういった製品というかですね、特徴があるのかというのを探っていければと思います。ということでですね、こちら開発動向のスライドかと思うんですけども、これはどういった内容かご説明いただけますか？はい、こちらはですね、開発動向になってるんですけれども、当社、1990年代からですね、SIC の開発を進めておりまして、もうかれこれ30年ほどですね、開発をしています。で、そこからですね、チップの世代も進化を続けていまして、ジェネレーション1からジェネレーション3はプレーナーで、ジェネレーション4からジェネレーション5はですね、トレンチという形で、双方開発を進めているという状況になっております。なるほど。プレーナーからトレンチに切り替えた時期があったということですね。正式にはですね、そうではなくて、プレーナーはプレーナーでしっかりですね、お客様のニーズに応える形で必要なデバイスというふうに考えてますので、プレーナーもしっかり開発を進めていく、そういう方針になっています。両方進めていくと。両方進めるというところになります。で、いろいろ応用先、SIC、化合物、半導体あるかと思うんですけども、実際どういったところで使ってほしいのかっていうのはどうですか？そうですね。すでに量産しているのがプレーナータイプになるんですけれども、皆さんのご家庭にもあるようなですね、エアコンとかにも使っていただいてますし、ここで書いている高速鉄道とか在来線というふうに書いてるんですけれども、高体圧向けの SIC デバイスはですね、東海道新幹線とか山手線とかですね、そういったところにも使っていただいてまして、電鉄向けはもうすでに50車両以上のですね、使っていただいているという状況になってまして、市場受けがいい製品になっております。なるほど。先ほどエアコンっていう言葉が出たかと思うんですけど、私実は家の
エアコンがですね、三菱電機の、キーガミネを使っているんですけども、そういったところにも SiC をもう使われている、しかも自社の製品に自社のパワー半導体を使うっていうことですか？そうですね。弊社は社内ユーザーが非常に多くいますので、そういう民生とか産業とか電鉄、自動車、それぞれのですね、社内ユーザーに使っていただいて、そういうフィールドのですね、知見を得てですね、製品開発にフィードバックをかけているという状況になっています。お客さんに使っていただいて、そこからフィードバックを得るとどうしても遅くなってしまうってことで、実際社内で使ってみて、そこから直でフィードバックを得ていく。そうですね。そういう良いサイクルが開発の中では生まれていまして、その開発のサイクルの中で得た知見をですね、トレンチの開発にも適用して信頼性の高い製品開発を進めているというのが我々の特徴かなというふうに思っています。わかりました。ありがとうございます。はい。で、SiC、パワーモジュールでの SiC 適用事例の紹介ということなんですけど、こちらはどういったものになりますか？はい。こちら2つ準備してまして、1つ目が高耐圧 SiC モジュールということで、こちら第3世代のですね SiC MOSFET を搭載しています。で、電鉄向けというのがですね、品質が優先される市場ですから、デバイスの劣化とかですね、変動、そういったところに非常に気をつけないといけないということになります。で、もともとですね、そういうSiC を使うとボディダイオード劣化というのが懸念されるんですけども、その対策としてショットキーバリアダイオードをですね並列で使うということをしてましたと。で、今回この第3世代はですね、別で使ってたショットキーを MOSFET の中に入れて、で、ワンチップ化したというところが。ワンチップ化。はい。これまではチップが2つあったってことですか？チップがそうですね。チップが2つ機能としてあったんですけれども、それを1つにすることで。より実装面積を、シュリンクして、でかつですね、ショットキーを使うということで、デバイス一体化したことで、スイッチングスピードも速くできたというところもあったり、このパッケージの開発の方もですね、熱抵抗を非常に工夫して下げているというところもありまして、ある条件下ではですね、70% 程度出力が向上できると。いった使い方も提案してまして、我々は強いデバイスになっているというところになります。なるほど、なるほど。高耐圧 SiC モジュールってことで、三菱電機って割と高耐圧デバイスが強いかなっていう印象を個人的には持っています。例えば 6.5kV の、ハイボルテージの IGBT であったり、でニュースリリースなんかを見てみると 6.5kV の、フル SiC MOSFET があったりするんですけども、やはりですね、そういった非常に高耐圧のデバイスをですね、設計、製造、そして、売っていくっていうのはですね、非常に難しいかと思うんですけども、特に、設計の部分でですね、ここが難しかったとかですね、あればいただければなと思います。やはり高耐圧で使うことで電解強度が高まってくるので、その電解強度に耐えるようにデバイスを設計してですね、信頼性にいかに合致したものづくりをしていくかというところが一つポイントだと思ってますので、そういったところをチップベースでもそうですし、モジュールベースでもやれているというところが我々の強みかなというふうに思っています。なるほど、なるほど。ありがとうございます。車載用モジュールですね。やっぱり、ティア1メーカーが作っているパワーカードとかがあったりするんですけども、そういったものと比べて実際どうですかね、こちらは。はい。一応先ほどロムさんの話もあってトップクラスの出力密度というふうに言われてたんですが、こちらの方もですね同出力帯ではトップクラスの出力密度を誇ってまして、非常に小型で、インバーターの軽量化とかですね、小型化に貢献できるデバイスじゃないかなというふうに思っています。これJ3 シリーズっていうんですけれども、第4世代のトレンチを活用することで小型を実現してまして、従来製品に比べると 60% 程度ですね小型にできまして、かつ小型にすることでインダクタンスも低減できて SiC に最適なパッケージになったんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。どんどん採用事例が増えていって
ほしいと思ってます。はい。次、こちら最後のスライドですけども、第4世代 SiC MOSFET の構造と、あとは音抵抗の比較ですかね。ちなみにこちらはどういった構造をしているのでしょうか。はい。こちら4世代の SiC トレンチのですね、断面図を示しております。ちょっと詳しいことはさておきなんですが、やはりトレンチモスフェット、非常に製造が難しいというところがあってですね、ゲート酸化膜の成膜が難しいところがあるというふうに思っています。で、その成膜技術をですね、プレーナーから転用して高品質のデバイス開発をしてるんですけれども、それだけではなくて、我々独自のですね、デバイス構造をとっておりまして、トレンチそこに PL を配置して、通常かかるですね、電解強度を緩和して、トレンチの信頼性を上げるといったようなですね、構造になっています。それに加えまして、選択的にトレンチの中に拡散層を設けることで、音抵抗の改善とかですね、スイッチングスピードの改善、そういったところがですね、達成できるデバイスになってまして、特性がいいだけではなくて、信頼性面でも非常にいいデバイスになっているというふうに考えています。作り方を工夫することで信頼性をどんどん高めていくということですね。はい。そうですね。やはりどこの工程をケアしないとゲートの性質にゲートの性質が良くならないかというところをプレーナーの製造技術の方から展開してトレンチの方に活用してますので、そういったところがやはり他社さんとは違う、長年製造している三菱電機ならではの技術じゃないかなというふうに思ってます。なるほど。はい。というわけでですね、そろそろ時間が近づいてまいりましたので、質問の方に移っていきたいと思うんですけども、三菱電機の製品の一番の特徴は何ですかという質問です。そうですね。今ずっと信頼性がいいよという話をさせていただきましたけれども、一番右端にあるですね、そのPTH 変動というものに対しての試験結果を載せてるんですけれども、我々いろんなですねSiC を使うにあたってのデバイスの劣化とかですね、信頼性の影響、そういったところをですねケアできていると、デバイス製造面でケアできているというのが我々の特徴だと思ってまして、そこは今後ですねやはり使っていく上で、デバイスの劣化だけではなくてインバーターの劣化とか、バッテリー部位になるとチャージング回数をですね何回もチャージしないと使えないとか、そういったユーザビリティの低下になっていくと思ってますので、そういったところに貢献するためには、我々信頼性がですね今後必要になってくるんじゃないかなと思ってまして、こういったところに力を入れて開発を進めているというのが特徴かなと思ってます。実際に使われる先を見越して信頼性を高めていくというそうですね。はい。はい。そして、最後の質問ですけども、三菱電機が一番注力している製品群または製品は何ですかという質問です。これはですね、当然 SiC なんですけれども、我々自動車のパワーモジュールをですね1997年から手掛けておりまして、かれこれ2900万台程度のですねXEV にパワートレイン向けにですね搭載されて使われています。でやはりそういった背景から自動車ビジネスはしっかりですねこれまでの経験を生かしながらですね伸ばしていかないといけないというふうに思ってますので、こういった SiC 技術を活用しながら自動車ビジネスもですね伸ばしていきたらいいかなというふうに考えています。なるほど。最後すみません、もう一個追加でですね、オートモーティブ系ということで車載充電器とかで窒化ガリウム系が使われると思うんですけど、三菱電機さんは窒化ガリウム半導体とかどうですか？窒化ガリウムに関しては、研究レベルでは我々やってるところはあるんですけれども、やはり低圧向けのデバイスということもありまして、我々まずは SiC を伸ばしていくというところに注力しています。で、今後のデバイス動向としましては、やはり酸化ガリウムですねに関して我々研究開発を進めているところがありまして、今後直近でですね事業化の方もですね検討を進めてございますので、
しかるべきタイミングでですね、皆さんの方に発表させていただければなというふうに思ってます。わかりました。ありがとうございます。楽しみにしています。はい。というわけで、最後の対談は三菱電機でした。ありがとうございました。はい。